もし絶対に捕まらない殺人鬼があなたの命を狙っていたら、遡ることおよそ37年前の1986年2月24日、アメリカ・ロサンゼルス。この日、ある男性が仕事から帰宅すると、自宅には目を疑いたくなる光景が広がっていました。シェリー、しっかりしてくれ。リビングで血まみれで倒れていたのは、この男性の妻、シェリー・ラスムッセン。29歳の若さで看護部長を務める優秀な看護師だった彼女はこの日、拳銃で複数回撃たれ、無残にも殺害されてしまったんです。犯人は窓ガラスを割って家の中に侵入。家の中は荒らされ、そこかしこに物が散乱している状態でした。当時はこの近隣で強盗事件が頻発していたこともあり、警察は同一犯の犯行とみて捜査を進めます。しかし現場には一切の証拠が残されておらず、事件は迷宮入り。そして捜査が打ち切られる状況を傍から眺めていた犯人は、自分はこの先も絶対に捕まらないと確信していました。なぜならこの事件の真相は犯人と警察によって隠蔽されていたから。強盗殺人を犯し、絶対に捕まらないと嘲笑う犯人。警察をも利用してしまうその人物は一体何者なのか。真実を覆い隠していたもの、それは信頼という名の思い込みだったんです。おそす、昨日花見行こうと思ったらめっちゃ雨だった。ケンちゃんです。お花です。みやみかです。今日晴れてるから見てきなさいよ。みんなで行こうよ。しだれ桜とかは早めに咲くけど、千年桜とかね。千本桜でしょ。本日ご紹介するのは、一度迷宮入りし、数十年後に真実が明らかになった事件について。犯人は事件当時、捜査線上にも上がってきていて、かなりね、疑わしい要素もあったんですけど、一切疑われることがなかったんです。意味がわからない。怪しいのに疑われないってどういうこと？これ知った時ね、あまりのずさんさとか体勢含めて呆れましたね、僕。自宅でくつろぐ女性を襲ったのは、抗いようもない恐怖だったんです。コールドケース。遡ることおよそ37年前の1986年2月24日、アメリカ・ロサンゼルス。シェリー、一体何があったんだ？自宅マンションのリビングで声を上げたその男性はジョン・ルッテン。仕事を終え帰宅した彼の前に現れたのは、バスローブ姿のまま血まみれになった妻シェリーの姿でした。すぐさまシェリーに駆け寄り、彼女の体を抱きかかえるジョン。しかしシェリーはすでに息をしていませんでした。彼女は何者かに顔面を殴打された挙句、胸に2発、腹部に1発の銃弾を受け亡くなっていたんです。シェリーは看護師として忙しく働いていましたが、この日は体調が優れず休暇を取っていました。犯行はそうやって彼女が自宅で一人になるタイミングを狙ってのものだったんです。そして皮肉なことに、第一発見者である夫のジョンとシェリーは当時まだ結婚3ヶ月の新婚夫婦。加えてシェリーはまだ20代で看護部長を務める極めて優秀な女性でした。彼女は仕事も私生活も上り調子だった。そんな最中に命を奪われてしまったんです。結婚生活もこれからって時にかなり辛いじゃない。シェリーをね、発見した時のジョンの気持ちを考えると、もうほんと辛いものがありますよね。これは強盗の仕業だな。現場へ駆けつけた警察はその場の状況を見るなり、すぐにそう結論付けます。夫のジョンが帰宅した際、いつもは閉まっているはずのガレージの扉は開け放たれていました。さらにガレージに面した部屋のガラスは粉々に割られており、何者かが強引に侵入したことは火を見るよりも明らか。荒らされた自宅の中からは被害者シェリーのバッグが盗み出されていました。またガレージからはシェリーの車がなくなっており、強盗は彼女を殺害した後、その車を使って逃走したものと考えられたんです。そしてこの数日後、数ヶ月後にも銃を持った2人組の男が近隣で強盗を働いており、シェリーを襲ったのもこの男たちだと考えられました。しかしそこから捜査は難航。現場はおろか、3キロ離れた地点で見つかったシェリーの車の中にも犯人に繋がる証拠は何一つ見つからず、男たちの行方はついにつかめなかったんです。唯一残されていた証拠といえば、シェリーが犯人と争った際につけられたと考えられる左腕の歯型のみ。歯型からは唾液が採取されましたが、当時の科学技術でそこから犯人を特定することは不可能。こうしてシェリーの両親や夫のジョンが悲しみに暮れる中、事件はコールドケースとなってしまうんです。証拠が何もないって手口はすごい手荒な割に計画的な犯行をするやつだったのね。コールドケースってよく聞くけど、ケースがコールドしちゃうって捜査打ち切り的なこと？厳密に言えばね、違うんですよ。捜査打ち切りとコールドケースどう違うのかというわけで、本日のメトラキーワード、コールドケースについて。
コールドケースとは長期にわたる未解決事件や迷宮入り事件を指す言葉。中でも現時点で解決に至らずとも再び捜査をされる可能性がある事件を意味することが多いとされるんです。殺人や強姦など一般的に凶悪と名の付く犯罪は時効が設けられていないことも多く、再捜査になる可能性を予期してコールドケースに分類されます。シェリーの事件も彼女の腕に残された歯型の証拠を踏まえ、科学技術の発達とともに再捜査される可能性を込めてコールドケースとされたんです。こうしてシェリーの強盗殺人事件はコールドケースになったんですが、18年後に事件は再び動き始めるんです。見過ごされた真実。事件から18年後の2004年、警察は当時より進歩した科学技術を駆使し、シェリーの腕の歯型から採取された唾液の DNA 鑑定を試みていました。DNA 鑑定の技術は90年代後半から急速に発展。しかし技術が確立されてから、シェリーの事件が再捜査されるまでには数年を要しました。実はこの事件に関しては、なぜか証拠の管理が徹底されておらず、この年になるまで採取した唾液が行方不明になっていたというんです。ともあれ、満を持して DNA 鑑定が行われることになったわけですが、その結果は関係者の誰もが目を疑うものでした。どういうことだ？被害者の腕に残された歯型は女性のものだって？犯人2人組の男って言ってたじゃない。そうですよね。実は近隣で起きた強盗事件っていうのは全くの偶然だったんです。この DNA 鑑定の結果により2人組の男が犯人という説は払拭されました。さらにここから5年後の2009年、またしても思いもよらない事実が発覚するんです。そんなバカな。なんで当時の捜査員たちはこんなに重要な証言を無視したんだ。驚きを隠せない様子でそう口にしたのは、この年に特命を受け未解決事件の再捜査を任された4名の捜査チーム。彼らが事件当時の資料から発見したものは、被害者シェリーの父親の次のような証言でした。事件の直前、娘はストーカー被害に遭っていました。ストーカーってもう真っ先に調べなきゃいけない相手じゃないの。めちゃくちゃ怪しいですよね。でもね、当時警察はこのストーカーに対して全く捜査をしていなかったんです。事件当時、シェリーの父親の証言を聞いた捜査員たちは口を揃えてこう言いました。ストーカー？まさか、ありえないだろう。なんと、捜査員の誰もがシェリーの父親が名指ししたその人物がストーカーをしていたこと自体を疑ったんです。そのため、この人物に関して捜査が進められることはありませんでした。しかし、事件から23年を経た2009年の捜査員たちの目には、そうした色眼鏡もなく、この人物が事件に関与している可能性は限りなく高いとされたんです。とにかく、この人物をすぐに調べろ。そこから捜査チームは該当の人物が職場で使用した紙コップを入手。案の定、紙コップから採取された唾液の DNA は、事件当時シェリーの腕に残されていた歯型のものとぴったり一致したんです。こうして逮捕されたその女性の名はステファニー・ラザラス。20年以上も沈黙を貫いてきた殺人事件の真相がここでようやく解明されることになったんです。犯人が捕まったのはいいんだけどさ、警察の捜査とかずさんすぎるし、そもそもこのステファニーっていう女は一体何者なわけ？僕もね、何が起こったか分かるんですけど、何者かって知れば知るほどよく分かんないんですけど、一体どんな女性だったのか見ていきたいと思います。混じり合う欲望。1980年、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の校内で一人の男性の背中へ向かって嬉しそうに呼びかける女性がいました。ジョン！そう呼ばれて振り返ったのは、そう、後に被害者シェリーの夫となるジョン・ルッテン。そして当時20歳だった彼に笑顔で駆け寄ってきたその女性が、今回の事件の犯人となるステファニー・ラザラスでした。当時の二人の関係は大学の先輩と後輩。交際こそしていないものの、ステファニーはジョンに思いを寄せており、彼女の方から言い寄ってはたびたびデートを重ねていたんです。卒業してもずっと一緒にいたいわ、ジョン。ステファニーのその熱烈なアプローチにより、二人の友達以上恋人未満の関係は大学卒業後も続いていました。そしてこの頃には二人は肉体関係を持つようになり、ステファニーはジョンと歩む未来を強く意識するようになります。しかし一方のジョンは彼女を恋人にする気はさらさらなかったんです。恋愛の形って人それぞれって言うけど、ジョンのこの振る舞いは意味わかんない。若気の至りと言われるようなやつなのかもしれないですよね。そしてね、この後のある出来事をきっかけに二人の関係は急速に悪化していくんです。ジョンが大学を卒業した2年後の1984年、彼は相変わらずステファニーとの曖昧な関係を続けていました。そんなさなか、彼がやってきたのは友人が主催するパーティー。ここで出会ったのが後に妻となるシェリー・ラスムッセンでした。綺麗な人だな。この時ジョンは2歳年上のシェリーに一目惚れ、すぐさま連絡先を交換し、2人はほどなくして交際へ発展したんです。そうなると懸念されるのはステファニーのことなんですが、彼女がジョンとシェリーの関係を知ったのはなんとこの約1年後のことでした。1989
1985年6月、この日、ステファニーはジョンの25歳の誕生日パーティーに参加していました。そしてこの席で彼女はジョンという人の次のような会話を耳にしたんです。やあ、ジョン、君婚約したんだって？重ね重ねめでたいな。そう、この時ジョンとシェリーはすでに婚約していたんですが、ステファニーはそのことを全く知りませんでした。突然の失恋にパーティーの帰り道で涙を流すステファニー。しかしそれと同時に彼女は諦めとは裏腹なある思考を巡らせていたんです。婚約が何よ。だったらまさか略奪とか考えてんじゃないの？それよりもっとひどいんです。同年12月、結婚して1ヶ月の夫ジョンと妻シェリーの新居に突然の来客が。シェリーが扉を開けると、そこに立っていたのはステファニーでした。ジョンはいるかしら？スキー板にワックスを塗ってもらおうと思って。あっけに取られながらもステファニーを自宅へ招き入れた妻シェリー。家の中にいた夫のジョンは当たり前のようにステファニーに応対するんですが、やり取りを交わす2人の雰囲気にシェリーは違和感を覚えずにはいられませんでした。夫ジョンはこの時ステファニーのことをただの友達さと紹介しました。しかし実はこの時ジョンとステファニーはまだ肉体関係を続けていたんです。実はジョンの誕生日パーティーから帰った夜、ステファニーは泣きながら彼に電話をかけていました。そしてジョンにすがるようにしてこう言ったんです。ジョン、私はあなたじゃなきゃダメなの。奥さんがいたっていい。お願い、もう一度抱いて。ちょっと最悪じゃないこれ。そうなんですよ。そしてね、この時ジョンがステファニーとの関係を断たなかったことで、事態は最悪の結末を迎えるんです。1986年1月、この日再び現れたその来客を前にシェリーは思わず顔をしかめていた。ジョンはいるかしら？そう、あの日と同じように玄関チャイムが鳴らされ、扉を開くとそこにはステファニーが立っていた。彼はいないわ。あなたたびたび家まで訪ねてきてどういうつもりなの？あまり主人につきまとわないで。この時、頭に血が上ったシェリーはステファニーを追い返した。そして実は、この行為が悪夢の始まりだった。ねえ、パパ、私ストーカーされてるの。何度も無言電話がかかってくるし、外を歩いている時にもつけられてて。シェリーの父、ネルスは事件が起こる1ヶ月前、彼女からそんな相談を受けていた。夫ジョンもこのことを知っていたが、彼はことを荒立てたくないと言って何も手を打とうとしなかったのだ。そして迎えた1986年2月24日、ステファニーは再び、ジョンとシェリーの家の前に現れた。その手には拳銃がしっかりと握られていた。なんで警察はこれでステファニーを疑わなかったの？本当にわけわからないわよ。おかしいっすよね。これね、マジでありえない理由なんです。娘はステファニーという女に嫌がらせを受けていたんだ。犯人はその女に違いない。事件後、シェリーの父ネルスは警察に向かい、娘がストーカーされていた事実を何度となく訴えていました。しかし、いくらネルスが訴えようとも、警察は一向に取り合おうとしません。そして、一人の警察官は呆れたようにため息をつくと、父ネルスにこんなことを言ったんです。そんなわけないでしょう。だってステファニーさんは、うちの優秀な刑事なんですよ。そう、実は大学卒業後、ステファニーは刑事としてロサンゼルス市刑務所に勤務していました。警察署内で会計係を務めていたほか、出身中学へ赴いて薬物乱用防止の講義を行うなど、その真面目な姿から同僚の信頼も非常に厚かったんです。当然、ジョンとステファニーが同じ大学に在籍をしていたことは仲間の警察官も把握していました。しかし、同僚たちはどうしてもステファニーを疑うことができず、捜査対象から早々に外していたんです。そして、事態が動いたのは、なんと事件から23年もの月日が経ってからでした。こうして迎えた2009年6月5日、第1級殺人で有罪となったステファニーは最低27年仮釈放なしの終身刑を言い渡されるんです。警察の立場にありながら殺人を犯し、その事実を23年もひた隠しにしていたステファニー。彼女は法律を学ぶ前に人としてのあり方ともっと向き合うべきだったのではないでしょうか。